これでインサーターは吸熱塔の温度が600度を超えると停止するようになります。こうすることでユマコの種子が400個を超えるとアイテムは廃棄スロットに移りますので、バッファーチェストが満杯になって生産がストップすることを回避できます。苦手を克服、完全攻略、グレバが楽しくなる爆速スタート術。事前に苦手な惑星はどこか皆さんにアンケートさせていただきましたところ、堂々の第1位はグレバ。アンケート回答をしてくださった皆様、ご協力をありがとうございました。そこで今回の動画はファクトリオに4800時間もの人生を捧げてしまった私徳蔵が皆さん苦手なグレバの攻略方法について徹底的に解説していきます。ベテラン工場長さんはもちろんのこと、初心者や中級者の皆さんまで楽しんでいただけるよう随所でいろんなテクニックや遊び方をご紹介していきます。この動画を通じて皆さんと一緒にレベルアップをしていけると嬉しいです。コメント欄でみんなで盛り上がっていけるととっても嬉しいです。長編動画となりそうですので、ぜひ忘れないうちにチャンネル登録と通知の設定をお願いします。さて早速ですが、今回はまず吸熱塔のロケット燃料を簡単な回路制御で節約し、次に農業タワーと物流回路制御でユマコとゼリーナットを全自動栽培して、最後にバクテリアの無限培養で作った鉄鉱石を使ってコピペと設定変更で一気に拡大した電気炉工場で鋼材生産を始めます。ここだけ見たいという方は概要欄の目次をクリックしてください。それでは本編スタートです。ぜひ最後までご覧ください。チャプター1、チェスト設定でロケット燃料を安定供給。ロボット運用を始めると発電のため大量の燃料が必要になりますので、ロケット燃料を安定供給できるよう生産ラインを作っていきます。まずバイオ有剤のバイオチャンバーをシフトを押しながらコピーし、パラメーターをロケット燃料ゼリーに変更して貼り付けます。次に栄養素とバイオ有剤を搬入するためのインサーターを設置します。最後に地下パイプで水を投入すれば完成です。栄養素を投入すると工場が動き始めますと想像していたのですが、動きません。なんとユマコ処理をしているバイオチャンバーが止まっています。開いてみてみるとユマコの種子が生産過剰になっていました。これは忘れがちなので注意しましょう。これからユマコの種子を搬出するためのチェストを設置します。まずインサーターにフィルター設定をして設置します。次に今後のロボット運用に備えてバッファーチェストを設置し、物流リクエスト欄にユマコの種子を400個指定してリクエストしていないにチェックを入れます。こうすることでユマコの種子が400個を超えるとアイテムは廃棄スロットに移りますので、バッファーチェストが満杯になって生産がストップすることを回避できます。インサーターとチェストをシフトを押しながらコピーし、パラメーターをゼリーナットの種子に変更してゼリーナット処理のバイオチャンバーに貼り付けておきましょう。ロケット燃料のバイオチャンバーにも同様に貼り付けておきましょう。今度こそ無事にロケット燃料の生産が始まりました。ここで栄養素の消費量の多い真ん中の搬送ベルトに優先して出力するために分配器の設定を変えました。チャプター2、自動制御で吸熱塔の効率を最大化。ここからは吸熱塔へ無駄なく燃料を投入するテクニックを紹介します。吸熱塔はボイラーと異なり上限温度の1000度になっても投入されている燃料を春だけ燃やしてしまいます。なのでこんな感じにチェストとインサーターを設置してしまうと無駄にロケット燃料を使ってしまいます。そこで簡単な回路を使ったテクニックでこうならないようにする方法を解説します。まずインサーターを設置して吸熱塔とレッドケーブルで接続します。次に吸熱塔を開いて温度を読み込むにチェックを入れ、インサーターを開いて T 小なり600と入力します。これでインサーターは
吸熱塔の温度が600度を超えると停止するようになります。最後に要求チェストを設置してバッファーチェストから取り寄せるにチェックを入れ、物流リクエストにロケット燃料を200個と設定すれば完成です。熱交換器が4台 40MW 分設置されているので、安定して 40MW の発電をするため3セット分設置しておきましょう。ちなみに残りの1機はこの後別の用途で使います。答えが分かった方はコメントで教えてください。大喜利も大歓迎です。これで安定した電力が確保できましたので、物流ネットワークを作ります。まずナウビスから運び込んだロボットフレームと発電基板で物流ロボットをハンドクラフトします。次にロボットステーションを設置して物流ネットワークを構築すれば完成です。物流ロボットをロボットステーションに投入すると要求チェストにロケット燃料を運んできてくれます。チャプター3、天然ユマコ土壌へのロボ網の拡大。ユマコとゼリーナットを物流ロボットで搬入するためにロボットネットワークを拡大します。まず広域電柱をずらっと横一列に設置し、広域電柱の中心にロボットステーションを設置します。そして広域電柱とともにコピーしてロボットステーション3つを等間隔に並べます。次に広域電柱とロボットステーションをこのようにコピーし、ロボットステーションを四隅に配置した正方形になるように貼り付けます。最後にロボットステーションの正方形をシフトを押しながらコピーし、グリッドサイズを 72×72 に、グリッド調整にはそれぞれ2を入力し、相対的な自動調整にチェックを入れれば基本のブループリントが完成です。このブループリントは他の惑星でも使うのでクイックスロットバーに入れておきましょう。出来上がったブループリントをこのように位置合わせし、シフトキーと左クリックを押したままドラッグして、明るい黄緑色の天然ユマコ用土壌と明るい紫色の天然ゼリーナット用土壌までロボットネットワークを拡大します。そして貯蔵チェストを設置し、広域電柱などの建設資材を入れて、埋め立て地もたくさん使いますので組み立て機から回収し貯蔵チェストに入れておきましょう。ロボットステーションに建設ロボットを入れると、建設ロボットが貯蔵チェストから必要な材料を取り出して自動で建設をしてくれます。これで工場長の手の届かない範囲も建設ロボットが確実に建設してくれます。と、ここでマップを確認していたらエッグラフトを発見。駆除し忘れていたみたいなのでフォーマットショットガンで駆除しておきました。チャプター4、全自動種まき収穫システムの構築。ロボットネットワークが構築できましたのでユマコとゼリーナットの人工栽培を始めます。まず農業タワーをハンドクラフトします。ちなみに農業タワーはユマコの採集とユマコの種子の種まきを電気の力で行う優れた設備です。次に農業タワーを設置します。この濃い緑色の範囲にユマコの種子を植えるので、この範囲がなるべく多くなる場所に設置します。農業タワーを設置すると早速近くの樹木を伐採してユマコの収穫を始めます。このように出力スロットがいっぱいになると収穫をしないのでインサーターとバッファーチェストを設置します。インサーターを物流ネットワークに接続し、ユマコ小なり1000個と設定します。これで物流ネットワーク内のユマコが1000個を超えるとインサーターが停止し、収穫しすぎを防止できます。ユマコが腐ってバッファーチェストが腐敗物でいっぱいになるのを防ぐため、物流リクエストのスロットにユマコを2000個と設定し、リクエストしていないアイテムを破棄にチェックを入れます。次は農業タワーに種まきをさせます。まず要求チェストを設置し、バッファーチェストから取り寄せるにチェックを入れ、ユマコの種子を10個と設定します。次にインサーターを設置すれば完成です。農業タワーが濃い緑色のエリアにユマコの種子を植えます。この農業タワーセットをコピーしてもう一つ設置しておきます。ゼリーナットも同様に人工栽培します。まず農業タワーセットをシフトを押しながらコピーします。次にパラメーターをゼリーナットとゼリーナットの種子に変更すれば
ブループリントは完成です。これを紫色のエリアである天然のゼリーナット用土壌に貼り付ければ完成です。ユマコと同様に農業タワーがゼリーナットを人工栽培します。ゼリーナットはユマコよりも消費量が多いので、全部で4つの農業タワーを設置しておくと安心です。チャプター5、新鮮な材料を供給。生産ラインの完全自動化。これで人工栽培の準備が整いましたので、生産ラインにユマコとゼリーナットを物流ロボットで運び込みます。まずユマコが入っていた鋼鉄製のチェストを要求チェストに置き換えます。次に物流リクエストのスロットにユマコを1000個と設定し、バッファーチェストから取り寄せるにチェックを入れます。少し待つと物流ロボットがユマコを運んできてくれます。廃物で生産ラインが詰まらないようにリクエストしていないアイテムを破棄にチェックを入れておきます。最後にインサーターを開き、鮮度の高いものを優先にチェックを入れれば完成です。この設定をすることで常に鮮度の高い材料が使用されるようになり、生産ラインが止まりにくくなります。これをシフトを押しながらコピーしてパラメーターをゼリーナットに変更し、ゼリー生産ラインにも貼り付ければ生産ラインの自動化は完成です。これでロケット燃料を止まることなく作り続ける生産ラインができました。ところでグレバでは汚染をいくら発生させても先住民は襲ってきません。汚染が大量に発生する吸熱等による発電や生産性モジュールや生産速度モジュール、満載の組み立て機による生産を気兼ねなくできるのが楽しいです。その代わり胞子というものがグレバの先住民であるペンタボットを生み出します。この胞子が発生するのはユマコやゼリーナットを収穫した時と農業タワーが稼働している時です。バイオチャンバーや組み立て機の生産では胞子は発生しません。またペンタボットは胞子の発生源を襲うため、グレバでは農業タワーだけを守れば工場の防衛ができることも知っておくと安心です。今回はグレバに到着後すぐにエッグラフトを駆除したため防衛ラインを作りませんが、近々別の動画でグレバでの防衛ラインの作り方を解説予定です。お楽しみに。チャプター6、鉄バクテリアによる鉄鉱石の無限生産。これで止まらないバイオ有剤生産ラインが完全に出来上がりましたので、ここで一気に工場を拡大します。工場の拡大に向けて季節の生産ラインの搬送ベルトをこのように一気に伸ばします。そして鉄バクテリアを無限培養する生産工場を作ります。まずロケット燃料のバイオチャンバーをシフトを押しながらコピーし、このように貼り付けてレシピを鉄バクテリア培養に変更します。これをまたコピーして隣り合わせに貼り付けます。次にインサーターをこのようにセットします。フィルター設定は鉄バクテリアを設定します。最後に搬出用のインサーターとバッファーチェストを設置し、フィルター設定に鉄鉱石を追加すれば完成です。バッファーチェストが満杯にならないよういつもの設定もしておきます。リモートビューでバイオチャンバーを開き、鉄バクテリアのスロットでQキーを押して左クリックします。そして近くの鉄ストロマトライトを右クリックで解体すると、建設ロボットが鉄バクテリアを運んできて培養が始まります。これだと生産スピードが毎分450個と速すぎるので、生産性モジュールで減速させます。生産性モジュール3個、エネルギー効率モジュール1個の構成にしたところ、生産速度を毎分280個に抑えることができました。次は銅バクテリアを培養します。作り方は簡単。鉄バクテリアの培養工場をシフトを押しながらコピーし、パラメーターをそれぞれ銅バクテリア培養、銅バクテリア、銅鉱石に変更して貼り付けるだけです。リモートビューでバイオチャンバーを開き、銅バクテリアのスロットでQキーを押して左クリックします。そして近くの銅ストロマトライトを右クリックで解体すると、建設ロボットが銅バクテリアを運んできて培養が始まります。これで鉄鉱石も銅鉱石も腐敗物でラインが詰まらない限りは止まることなく生産され続けます。
ター7電気炉とコピペで鉄、銅、鋼材を無限生産。バクテリアの培養で鉄鉱石と銅鉱石を無限に生産できるようになったため、これらを使って鉄板と銅板を生産していきます。まずハンドクラフトで電気炉を12個作成します。材料として必要な石レンガと鋼材は石の炉で生産します。次に電気炉とインサーターをこのように設置します。インサーターには鉄鉱石のフィルター設定をしておきます。最後に生産物を保管するためのバッファーチェストを設置して完成です。バッファーチェストに物流リクエスト設定をします。グレバでは汚染を気にする必要がないため、電気炉に生産速度モジュールを挿入します。完成した電気炉の区画をシフトキーを押しながらコピーして、設定を銅鉱石と銅板に変更します。そしてこのように貼り付ければ銅板の生産ラインの完成です。このままでは培養による毎分280個の生産に毎分160個の消費で追いつかないため、追加で4台の電気炉を設置します。まず電気炉、インサーター、チェストをコピーします。そしてこのように貼り付けます。次に要求チェストとインサーターを設置し、上下を反転させて貼り付ければ完成です。要求チェストの物流リクエストに鉄鉱石を200個指定すると、物流ロボットが鉄鉱石を運んできて鉄板の生産が始まります。これで毎分360個の鉄板を生産できるようになったので、鉄鉱石を余らせることなく消費できるようになりました。この生産ラインをシフトキーを押しながらコピーして、パラメーターを銅鉱石と銅板に変更して貼り付ければ、銅板の生産工場の拡張も完了です。今度は鉄板の生産ラインをシフトキーを押しながらコピーし、パラメーターを鉄板と鋼材に変更して貼り付けます。そうすると今度は鋼材の生産ラインが完成します。インサーターをこのように設置すれば物流ロボットの稼働を節約できるのでおすすめです。今日はここまで。今回の動画はいかがでしたでしょうか？なるほどとか面白いと思ったテクニックはいくつ見つけられましたでしょうか？動画制作の励みになりますので、ぜひコメント欄で教えてください。またファクトリオで遊んでみようかなとか、これ試してみようかななど、少しでも皆さんの気づきになることをご紹介できていればとても嬉しいです。この動画でお知らせできなかったテクニックはショート動画でもご紹介しています。もしよろしければ再生リストからご視聴ください。この動画が参考になりましたら嬉しいです。ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。皆さんも試してみてね。